リゾートマンション暮らしのメリット、デメリットを動画にしてきましたが、リゾートマンション購入を考えていらっしゃる方の多くは移住よりもリゾート利用での使用を想定しているのではないでしょうか。私たちは移住してしまいましたので、今まで生活面でのメリット、デメリットをお伝えしてきましたが、今回はリゾート利用での購入を考えた場合のメリット、デメリットとリゾートマンションを購入するにあたり押さえておきたいポイントをお話ししていこうと思います。まずはメリット。1、時間の制約がない。予約をしなくても思い立った時にすぐ出発、何時であろうと宿泊可能なのは大変便利です。移住前は金曜の夜に東京で仕事を終え、深夜に熱海に着き、土日は釣りをしたり観光を楽しんで日曜に帰宅という生活を月1回しておりました。もう少しで熱海に行けると思うと辛い仕事も頑張れると思いました。また観光地である熱海は都市部からの観光客がたくさん訪れます。当然ホテルのチェックアウト時間になりますと観光客の方々は帰っていくのですが、そうすると問題になるのが渋滞です。久しぶりに海岸を降りてきた。私たちは熱海から東京に帰るので、真鶴道路と東名の渋滞は毎回すごいことになります。なので帰り時間は遅くなりますが、熱海を出発するのは19時ぐらいにすると真鶴道路の渋滞はほぼ回避できました。2、非日常を味わえる。でっけえカニがいるね。大浴場で海を見ながら温泉に入れる。目の前で海のアクティビティも思いのまま。都内のスーパーでは買えないような新鮮な海鮮が割安に購入できるので、冷蔵庫にビールを用意しておき、到着前に近所のスーパーでお刺身を購入し、着いたら即宴会が毎回のルーティンでした。数百匹の念仏大がいるよ。3、荷物を保管しておける。私は趣味で釣りをするのですが、リゾマンがあると釣り具をリゾマンに置いておけるので、出かけるたびに準備をする手間が省けます。よいしょ。ここからデメリットです。1、いつも決まった場所にしか宿泊できない。私は全く飽きることがなかったので、その後移住しましたが、いろいろな場所に行きたい方には毎回同じ場所での宿泊はデメリットになるのかもしれませんね。久しぶりに来たな。最近もう部活釣り全然してねえからな。釣りやってみようかなって気になりますね、ここ来ると。2、ランニングコストがかかる。使わなくても管理費、修繕積立金のほか、電気、水道、ガス等公共料金が発生する。購入後に手放したくなっても、その物件に需要がなければ将来にわたり負の遺産を維持し続けなければならないということです。あっちの入江と違ってここはあんまり小魚がいねえな。なんでだろう。今ガス出て霞んでますけれども、赤尾ホテルが岬の先端に見えてます。その奥が熱海港になりまして、そこから出港した船が今こちら側映るかな、かすかに見えるんですけど、初島に向かう船です。3、マンション内の管理組合に参加、理事会に出席しなくてはならない。リゾートマンションも通常のマンションと同じように管理組合があります。ゴミ捨て場や共有スペースの掃除なんてことはありませんが、私のマンションでは輪番制で理事をやらなければならず、順番が来たら月1回の理事会に出席しなくてはなりません。全体的にもやってる感じのジャングルを通り抜けないと行かれへんね。ちょっと嫌ですね、こことまあそれなりにデメリットもありますが、10年近くリゾート利用してきた私たちからすると、それをもってしてもあまりあるメリットを感じたので移住をしたのですが、
やはりそこで生活するとなると想像もしていなかったデメリットもありました。その辺のお話は以前公開した動画でもお話しさせていただきましたので、よろしければそちらもご視聴ください。ここなんかもね、あそこにスズメダイが大量にブルーのやついますね。この辺の浅瀬はでっけえメジナがいっぱいいるぞ。パッと見30センチ台後半のメジナが10匹ぐらい。やっぱりこの海藻がないところはもうダメなんだな。昔はね、この辺もう竿を出せないぐらい海藻が繁茂してたんですけど、今もう磯焼けでだいぶ海藻が減っちゃいましたね。それからリゾートマンションを購入するにあたり押さえておきたいポイントですが、やはり毎月かかるコストが重要です。昨今話題になっているバブル期に建てられた多くのリゾマンは所有者減による管理費の高額化、修繕にかかる費用の高額化が問題となっております。購入の際には物件の価格以上に管理費、修繕積立金の確認を徹底されることをお勧めします。こっちがお隣のマンションなんですけれども、やはりですね、こっちの方が海に近いんで、エアコンの外機なんか見るともうかなり塩害で錆びてますね。これは海の近くのマンションの宿命なので、定期的に外機の、外機自体はね錆びてても動いてれば別にいいんですけど、外機を壁から吊ってますんで、これがボルトが錆びたりすると落下の危険がありますので、これを定期的に、点検をしなくちゃいけないっていう、そういう面倒なところはあります。潮風が当たる側、一応全室オーシャンビューってなってるんですけど、私の部屋はどちら側っていうと反対側、リゾートで高額取引されてる海向き、私のマンションでいうところの東向きと言われている部屋については、やはり塩害が通常よりもひどいと思います。それから車についてですけれども、車も錆びます。車も持たないですね。これはもうしょうがない。海の近くに住んでる宿命といいますか。ただ見てください。東京では絶対に味わえない景色がここにありますよ。しかしよくもこんなところに建てたもんですよね。おりえなくこう、どうすんだこれ。いやそうですよ。やだ。いや、これはひどい。業者を入れないとほんの数ヶ月でこんなに雑草生えちゃうもんなんだ。どうすんのこれ。いやー、雑草パワーをするべしですね。ちょっと前までは綺麗に花壇が整ってたんですけど、こんなことになっちゃうんですね。定期的に草取りをし続けないと、こういうところの庭は維持できないということです。皆さんのリゾートライフが豊かになることを願いつつ、今回の動画はこれで終わりたいと思います。得ることもできますよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもお役に立てましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の機会にお会いしましょう。
さようなら。